こんな狂ったピアノで演奏できるか。俺の評判が地に落ちる前に帰らせてもらう。ステージ袖に響く土器を含んだ声は、人気ピアニスト、北条龍之介のものだ。ここは、藤宮商事が大手スポンサーを招き、会社再建のための華々しい演奏会を開こうとしているホール。観客席には、協力企業やメディアも詰めかけ、いわば会社の命運を握る一大イベント。引き金一つで藤宮商事は救われるか、あるいは破滅へ突き落とされるか、いわば会社の最後の切り札でもあった。しかし、彼はピアノの調律がおかしいと演奏を放棄してしまったのだ。北条さん、お願いです。もう少しだけ時間を。このまま帰られたら私たちは。社長令嬢の麗華さんが一生懸命に取りすがるが、北条は一切取り合わない。そっちが一生懸命なのはわかるが、俺の名声を潰すリスクを背負う義理はない。傍らのスタッフたちが慌てて呼び止めるが、静止を振りほどくように足を進める姿には圧倒的な自信と冷酷さがにじむ。客席に座るスポンサー企業や取引先はすでに首をかしげ始め、ざわつきが増していく。麗華さんは顔面蒼白になり、何か打開策を探そうと一生懸命に目を泳がせるが見つからない。藤宮商事の存続をかけた舞台が一瞬にして破滅へ向かいつつあった。だったら俺が弾きます。そう口にした瞬間、周囲が一気に静まり返った。まるで空気が固まったみたいに誰もが俺を見つめている。そりゃ当然だろう。俺は総務部の事務員。しかも普段は雑用ばかり任されている裏方担当だ。ピアノなんか弾けるわけがないとみんな思っているに違いない。しかし俺が調律の狂ったピアノを奏でると、客席からかすかなざわめきが起こる。彼は何者なんだ。俺は秋山蓮。株式会社藤宮商事の総務部でしがない事務員として働いている。と言っても大した仕事を任されるわけではなく、日々の雑用や裏方作業が主な役目だ。オフィスの給湯室で切れかけのコーヒー豆を見つければ、なるべく社員が好む銘柄を考えて補充し、備品が不足しそうな時は複数の業者から見積もりを取ってコストカットに工夫する。それからコピー機のトナーが残り少なければすぐに交換しておくし、書類棚は見やすいようにジャンルごとにファイルの背表紙を色分けして並べる。とにかく地味なところでも手間を惜しまないのが俺なりのこだわりだ。メインの業務は資料に書かれた数字や単語をチェックすることと、指定の書類を間違いなく届けることがほとんどで、社内ではお使い要員扱いに近い。けれど誰かがやらなきゃいけない仕事でもある。些細なことでも、あれがちゃんと用意されてるから助かると言ってもらえた時には心の底から嬉しくなる。それこそが俺がこの会社で踏ん張る理由の一つだった。とはいえ、こうした地道な作業をやって当たり前と思っている同僚もいて、俺を軽んじる奴もいる。その筆頭が営業部の桐原治だ。昼下がりのオフィスでいつものように窓際のデスクで書類をチェックしていると、背後からわざとらしい咳払いが聞こえた。かすかな足音からして嫌な予感しかしない。ゆっくりと振り返ると、やっぱり営業部の桐原治が腕を組んで立っていた。その目つきは、さあ何を言いつけてやろうかと言わんばかりだ。おい秋山、ちょっといいか。彼の声がやけに甲高い。わざと周囲に聞かせるように、ひときわ大きめに話し始める。すると、すぐ近くにいた女子社員の佐藤さんも、気まずそうに俺と桐原の間に視線を泳がせた。コピー機、さっきトラブルになってただろ。紙詰まりだかなんだか知らないけど、原因はお前じゃないのか。その言い方は、すでに俺の責任だと決めつけているようだった。けれど、俺は全く身に覚えがない。コピー機には触れていないし、そもそも今まで不具合なんて一度も起こしていない。いや、俺は何も操作してませんが。正直に答えると、桐原はまた鼻で笑う。そして、佐藤さんの方に向き直る。なあ、佐藤さん。そっちの資料を作ってたのって秋山だよな。だったら管理もあいつの担当だろ。秋山さんは普段からコピーの管理はしてくださってますけど、トラブルがあったのは今日初めて聞きましたし、
佐藤さんは困惑しているのがありありとわかる。彼女はいつも丁寧に接してくれる優しい人だが、ここで俺をかばってしまえば桐原に目をつけられる。そんな空気が伝わってくるからか、曖昧な返事にとどまってしまう。ほら、やっぱり秋山が責任者みたいなもんだろ。お前コピーの扱いすらまともにできないのか？まるで大罪でも犯したかのように詰め寄られると、周りの数人がちらっとこちらを見る。だけど、誰も口を挟もうとはしない。桐原がこんな調子で人を追い詰めるのは珍しくないからだ。被害者が俺である場合は特に誰も助け舟を出さない。わかりました。とりあえず現場を確認してみます。机の上には作成途中だった書類が無造作に置き去りにされている。俺は小さく息をついてそれを揃え直した。理不尽な言いがかりだと分かってはいても、こうして窓際のダメ社員扱いされるたび、胸にわだかまる苛立ちをどう処理すればいいのかわからなくなる。外のビル街を見つめても、いつもの騒音すら遠く感じられて、苛立ちだけが静かに、しかし確実に膨れ上がっていった。それでも、この会社に一人だけ、俺を正当に見てくれる人がいる。藤宮玲香さんだ。彼女は社長の娘であり、実質的に経営を支えている存在でもある。玲香さんはいつも落ち着いた笑顔を絶やさず、誰に対しても穏やかに接する。品があって、それでいて社員一人一人を大切にしてくれる人で、どんな些細な仕事も必要な役割として評価してくれる。備品の整理をこまめにしてくださっているから、営業さんたちも仕事がはかどるんですよ。ありがとう。そう言って微笑む彼女を見ていると、どんな雑用でもやる気になれる。俺は、そんな玲香さんを密かに思っていた。決して釣り合うはずのない存在だと分かっているが、それでもその姿を目で追ってしまう。忙しそうに廊下を駆け回る彼女の姿を見かけるたび、今日はどんな新しい提案をしてきたんだろう、と気になって仕方がない。もちろん、こんな気持ちは誰にも口にできるはずがない。そんなある日の午後、コピー用紙を補充しようと、静まり返ったフロアを歩いていると、ポツンと明かりのついた応接室から、玲香さんのうなだれた声が聞こえた。ドアが少し開いており、中をそっと覗くと、彼女は資料の山に埋もれるように座り込んで、長い吐息をついている。何か手伝えないかと思い、恐る恐るドアをノックすると、こちらに気づいた玲香さんは、秋山さんと苦笑を浮かべて姿勢を直した。よかったら、何かお手伝いできることはありませんか？思い切ってそう声をかけると、彼女は少し目を潤ませたように見えた。いや、気のせいだったかもしれない。ただ、その表情は明らかに疲れ果てていて、胸が痛くなる。彼女を見下ろすのも失礼だと思い、俺は同じ高さになるようにしゃがみ込んで話を聞く。会社のことを考えるほど、どうしてもマイナス面ばかり浮かんできて。玲香さんは小さな声でそう漏らした。経営状態が本当に厳しいらしく、父である社長も長年の激務から体調を崩しがちで、しかも取引先との関係を立て直すための新しい企画も思うように進んでいないという。今の私に何ができるんだろう。目を伏せる彼女を見ていると、いても立ってもいられなくなる。具体的な打開策はわからない。でも、こんな風に苦しんでいる姿を見るなら、俺にだって何か手伝えることがあるはずだ。俺にできることがあれば何でもやらせてください。向かい合った玲香さんは少し驚いた表情を浮かべていた。秋山さんがいつもきちんと仕事をこなしてくれるから、私もちゃんとやらないとって気合が入るんです。笑いながら玲香さんがそんな言葉をかけてきたとき、俺は一瞬耳を疑った。いつも穏やかな微笑みで接してくれるけれど、まさか褒められるなんて思ってもみなかったからだ。目が合った瞬間、彼女は恥ずかしそうに視線を落としながら続ける。備品の整理も、それから会議室の準備だって、秋山さんがいなかったらもっとスムーズにいかないと思うんです。誰も気づかないところまで気を配ってくれてるから、私も頑張らなきゃって思えるんですよ。そう言われて、胸が少し熱くなった。彼女はいつも大勢の前でリーダーシップを発揮しているし、経営の話だってバリバリこなしている。そんな玲香さんが俺みたいな地味な事務作業を評価してくれるなんて、気恥ずかしさと嬉しさで思わず言葉が詰まってしまう。そうですか。
俺なんかただ裏方で一生懸命にやってるだけで、しどろもどろになりながら答えると、麗華さんは小さく首を振った。いえ、本当に感謝してます。ほら、私なんて時々視野が狭くなっちゃって、周りが見えないことがあるから。でも、秋山さんはいつも落ち着いて、状況を見て、足りない部分を補ってくれる。おかげで私も安心できるんです。照れたように微笑む彼女を見ていると、こっちの方がなんだか励まされてしまう。こちらこそ、そう言ってもらえるだけで頑張れます。何かあれば遠慮なく言ってください。俺、もっと力になりたいんで。そう伝えると、麗華さんの瞳が少し潤んだ気がした。けれど、そのまま照れ隠しのように、ありがとうございます。と小声で返すと、さっと書類を抱え直し、パタパタと廊下へ出ていく。去り際に向けてくれた笑顔には、確かな温かさが宿っていた。俺は残された空気にほんのりとした余韻を感じながら、机の上の書類を見下ろす。彼女が必要としてくれるなら、俺は何だってやってやる。そんな思いを改めて胸に刻みながら、かすかな幸福感が体の奥底から広がるのを感じたのだった。そんなある日の午後、オフィスに突然、キャーという甲高い声が響き渡った。何事かと顔を上げると、普段は落ち着いている総務部の女子社員までもが、浮き足だった様子で、そわそわと出入り口の方を伺っている。すごく偉い人がいらっしゃるらしいわ。麗華さんがわざわざ応接室までお出迎えに行ってるって、と口々に騒ぎ始める。あまりにも盛り上がっているため、自然と視線がエントランスへと向かってしまう。すると、見覚えのあるスーツ姿の人々が次々と入ってきて、最後にまるでオペラハウスの主役でも登場するかのような雰囲気をまとった男が姿を現した。その男は奥へ進みながら廊下の突き当たりで麗華さんの手を取って軽く挨拶を交わした。穏やかな笑みをたたえたまま優雅に会釈する姿を見た途端、俺は胸の奥がむずがゆくなる。男の視線が麗華さんに注がれると、彼女はどこか困ったように微笑み返していた。だが、彼の表情は大切な人を訪ねてきました。とでも言わんばかりに自信に満ちている。どうやら、あの男こそが騒ぎの原因らしい。あの男、北条龍之介って言うんだとさ。いつの間にか背後に立っていた桐原が、俺の耳元でにやりと笑う。聞けば、北条グループの次男坊らしい。知ってるか？大手企業をいくつも傘下に収めて、金融からアパレルまで手広くやってる。あの北条さ。桐原が声を潜めるように言ったものの、そこに含まれる興奮は隠しようがなかった。そして彼は、まるで俺をあざけるように言葉を続ける。社長の息子だけじゃなく、ピアニストとしても有名なんだってな。しかも、どうやら麗華さんと付き合ってるって噂だ。いや、付き合ってるっていうか、政略的なつながりなのかもしれないけどよ。どっちにしろ、お前なんか到底叶わない相手だろ。最後の一言に、俺の胸がかすかに痛む。確かに、あの男は俺とはまるで違う世界に生きているような気がする。高貴で、華やかで、しかも、麗華さんの隣に並んでも絵になりそうな容姿。胸の奥に生まれる苦い感情を自覚しながらも、俺は資料を抱え直して、その場を去るしかなかった。それは、仕事終わりの夕刻だった。いつものように雑用をこなしてから帰ろうと、オフィスを出たところで、ふと、視界の隅に麗華さんの姿が映った。彼女は一人きりで、廊下の端に立ち尽くすようにして、スマートフォンを眺めている。そんなことは滅多にない光景だから、どうしたんだろうと少し気になった。秋山さん、まだ帰ってなかったんですね。俺に気づいた彼女が、ほっとしたように声をかけてくれた。聞けば、普段なら会社の車を呼んでもらうか、彼女自身が運転して帰るのだが、この日は車が使えない上に、急ぎの書類があって、かなり残業をしてしまったらしい。さらに、外に出てみると急な雨が降り出していて、タクシーもなかなか捕まらない状況なのだとか。よかったら一緒に駅まで行きましょうか。ちょうど俺も今から帰るところなんで、思い切ってそう提案すると、彼女はかすかに戸惑った表情を浮かべたが、やがて柔らかな笑みを返してくれた。じゃあ、お言葉に甘えますね。と遠慮がちに近づいてきた。夜の街に出ると、
想像以上に強い雨がビルの谷間を叩きつけていた。俺は折りたたみ傘を広げ、できるだけ彼女が濡れないように差し掛ける。そういえば、と、俺は思い出したように切り出した。この前、会社にいらした北条龍之介って方のことなんですけど、やっぱり、玲香さんとは、親しい関係なんでしょうか。北条さんですか。俺の問いに、彼女は苦笑いを浮かべた。暗い夜道を、濡れたアスファルトの上を歩きながら、少しためらうように口を開く。北条グループは、父の会社の取引先なんです。昔から家同士のつながりもあって、子供の頃から顔を合わせる機会は多かったですね。だから、ああいう風に気さくに接してくるんですけど、正直、私はあまり得意じゃなくて。そういう彼女の声には、かすかな苦悩が滲んでいた。あんな華やかな人物を得意じゃないと感じているなんて、意外な気がする。でも今、うちの会社はいろいろと厳しい状況だから、父としては、北条グループとの関係をもっと強固にしたいんです。それもあって、あの人が来るときは、なるべく手厚くおもてなしするようにって、実際、取引面では力になってもらえるかもしれないし。そこまで言ったところで、彼女は雨の中を見据えるように小さく息を吐いた。そして、伏目がちに続ける。私は、正直に言うと、あまり乗り気じゃないんです。父の望むことだし、会社も大事だけど、もしそれが私が結婚することでの関係強化みたいな流れになったら、正直嫌だなって思ってしまうんですよね。そんな本音を彼女が打ち明けるのはきっと珍しいことなのだろう。俺は相槌を打ちながらできる限り彼女の気持ちを汲もうとする。そりゃ嫌になって当たり前ですよ。そんなのなんだか不公平じゃないですか。結婚とか仕事の道具にされるなんて俺は反対です。はっきりそう断言すると、彼女はほんの少し驚いたように目を瞬かせた。でも、その表情はどこか嬉しそうにも見える。秋山さん、ありがとうございます。私も、もしかしたら親不孝かもしれないけど、どうしても割り切れなくて、自分の人生を会社のためだけに決めたくないんです。雨音がやけに大きく感じられる中で、俺たちの傘は相合い傘のように小さな空間を生み出していた。そこに漂う空気はしっとりとしているけれど、なぜか心地よいぬくもりも感じる。そのまま数秒ほど無言になった後、彼女は恥ずかしそうに微笑みを浮かべた。そのまま駅へ向かう道を歩いていると、急に見慣れた背中が視界に入った。人通りの少ない路地でコンビニの袋を下げた男がこちらに背を向けて立ち止まっている。兄貴。思わず声が漏れた瞬間、その男は振り返る。やはり間違いない。スーツ姿の俺とは違い、軽装のシャツにジャケットを引っ掛けただけの姿は、紛れもなく俺の兄、秋山彼方だった。おお、蓮華、久しぶりだな。兄はそう言うと、軽く手を挙げてこちらに近づいてくる。どこか優雅な身のこなしは昔のままだけど、その瞳には相変わらず、余裕たっぷりの光が宿っていた。そして、傍らに立つ玲香さんを見ると、興味深そうに目を細める。そっちの女性は、もしかして一緒に帰ってるのか？へえ、お前もそんな素敵な方と相合い傘なんて、なかなかやるじゃないか。使えない事務員のお前がな。にやりと微笑む兄の口調には、どこか茶化すような色が含まれている。俺は不本意ながら少し身構えた。玲香さんのことを妙な目で見られたくはなかったし、何より兄との関係は昔からあまり良くないのだ。そんな言い方しなくてもいいだろう。そう言いかけた俺より先に、玲香さんが落ち着いた調子で口を開く。秋山さんはとても頼りになる方ですよ。事務の役割だって会社にとって重要です。私もずっと助けてもらってますから。きっぱりとした小姉でそういう彼女に、兄はわずかに目を見開いた。まさか、弟をかばう言葉が返ってくるとは思わなかったのだろう。そして、そのまま視線をそらすように、小さく鼻を鳴らした。まあ、いいけどさ。そのまま、兄は雨の夜道へ消えていった。残された俺と玲香さんは、しばらくその場に立ち尽くしていた。
通り過ぎていった兄の背中を見送るうちに、彼女が不思議そうな表情で問いかけてくる。今の方、本当に秋山さんのお兄さんなんですよね。なんだか雰囲気が違うというか。俺は小さく笑ってうなずく。まあ、あの人は昔からそういうタイプでね。理屈っぽいっていうか、あと、有名校の音楽教師をしてる。昔から音楽の才能があって、学校でも目立ってたし。秋山さんも十分素敵ですよ。突然の言葉に、心臓がドキリと跳ね上がる。彼女は、雨の音に負けないように声を張りながら、少しはにかんだ表情を浮かべた。すごく華やかな仕事をしているわけじゃないけど、誰かを支えることを喜びにしている。私ね、そういう姿勢に何度も励まされてきました。まっすぐな瞳でそう告げられると、胸の奥が熱くなるのを感じる。先ほど兄と会ったせいで、少し自分が小さく見えてしまいそうになっていたけれど、彼女の言葉がそんな負の感情を溶かしてくれるようだった。俺は、藤宮さんにそう言ってもらえるだけで、もう、十分やりがいを感じます。もっと頑張りたいって思えます。大粒の雨のカーテンの中、彼女と俺はほんの少しだけ近づき合ったまま、互いの言葉を噛み締めるように見つめ合う。胸がじんわりと暖かくなり、外の冷たい雨すら心地よいものに感じた。あれから数日後の朝、オフィスでは臨時の会議が開かれようとしていた。参加者は営業部や総務部の主要メンバー、そして社長の代理を務める藤宮玲香さん。前方に立つ彼女の隣には、あの北条龍之介が姿を見せている。彼が持ち込んだというある提案が今回の議題だった。どうやら彼は大手グループの息子としてだけでなく、有名なピアニストとしても活躍しているのは周知の通りらしい。そこで自分がメインとなった演奏会を企画し、藤宮商事と北条グループがいかに友好関係を築いているかを社外へアピールするのが狙いとのこと。皆さんご存知の通り、弊社の経営はまだまだ苦しい状況です。そこで北条さんから提案がありまして。玲香さんが少し硬い表情を浮かべながらそう切り出す。すると北条は手際よく資料を配布した。そこにはピアノ演奏会を華々しく開催し、来賓や取引先企業を招待することで藤宮商事の再起を印象づけるプランがびっしりと書き込まれている。演奏会の内容はもちろん僕がメインで弾くピアノコンサートだ。クラシック音楽の大御所も来るし、メディアにも取り上げてもらえる可能性が高い。きっといいアピールになると思いますよ。彼が自信たっぷりに微笑むと、周囲の社員たちは顔を見合わせた。彼はピアノを弾くとき、まるで舞台の主役のようなオーラを放つらしい。一方で、会社同士の馴れ合いのためのコンサートなど、本当に効果があるのか。みんなが言葉を探している雰囲気だった。玲香さんは少し逡巡してから穏やかな声で会議室を見渡す。率直に皆さんの意見を聞かせてください。私としては正直に言うとこの方法は付け焼き場ではないかと思っているんです。もちろん注目を集めて企業イメージを上げることは大切ですが、結局は今の社内体質や取引条件を根本的に変えないと意味がないかもしれない。そう話しながら、彼女は書類の隅をそっとつまむように握りしめる。今の藤宮商事には、製品開発の遅れや営業ルートの再構築など山積みの課題があるからだ。演奏会は華々しいが、一時的なショーに終わってしまう危険性が高い。だが同時に、こういう機会を逃せば、会社がさらに衰退してしまう恐れもある。そんな苛立ちが、玲香さんの表情に浮かんでいるのを俺は感じ取った。そこへ、桐原が声を張り上げた。俺は賛成だね。確かに付け焼き場かもしれないけど、今の藤宮商事にとっては効果的な宣伝になる。失敗するかもしれないけど、何もやらないで衰退していくよりはマシだ。北条グループとの関係を深められれば、今後の展開だって広がるかもしれないだろう。彼の言葉は意外にも理にかなっていた。実際、ビジネスはまず注目を集めるところから、というのは一つのセオリーでもある。彼の力強い語り口と熱意に、次第に社員たちの気持ちは賛成へと傾いていく。否定派の何人かは、まあ確かに話題性は大きいかも、と
戸惑いながらも賛成に回り始める。麗華さんの視線はかすかに曇ったままだが、結局、演奏会は開催の方向へ進むことになった。会議が解散し、オフィスの一角で演奏会の準備が急ピッチで進められている最中、俺は思い切って麗華さんに声をかける。麗華さん、こんな形で本当に大丈夫ですか？みんな盛り上がってますけど、なんだか納得いかない様子に見えました。企画書を見下ろしていた彼女は、ゆっくりと顔を上げる。書類を握る指先はいつもより力がこもっていた。正直気乗りしてるわけじゃない。でも、会社を救うためには、まず資金が必要だし、取引先とのパイプを強くする必要もある。私には、父みたいな確固たる経営手腕があるわけでもないし、今はできることを一生懸命に模索している状態なの。彼女の瞳には、会社を守りたいという切実な思いが宿っていた。それは、華やかな令状として見られている外側のイメージとは違い、懸命に困難に立ち向かう人間の姿そのものだ。私には、社員のみんなを路頭に迷わせるわけにはいかない。その重圧が常にあって。だから、たとえ付け焼き場だろうと、チャンスだと言われたら掴まないわけにはいかないわ。ぽつりと漏らすように、麗華さんがそうつぶやいた。まるで自分自身に言い聞かせるような小姉に胸が熱くなる。彼女が決断したのであれば、俺も全力でサポートしたい。そう強く思った。だったら、俺も力の限りお手伝いします。社内の雑用の延長かもしれませんけど、できることは全部やりますから。そう伝えると、麗華さんは一瞬驚いたように目を瞬かせ、それから柔らかな笑顔を返してくれた。ありがとう、秋山さん。あなたがいてくれるなら私も頑張れそう。そして次の瞬間、彼女は書類を抱きかかえ、せわしなく動き出す。俺もその背中を追うように席を立つ。今はまだ付け焼き場かもしれない。だけど、この演奏会が会社にとっての一筋の光になるなら、どんなに地味な役回りでもやるべきことは山ほどある。そして、その先で彼女が救われる道があるなら、俺はそれを見届けたいと思った。演奏会当日が迫るにつれ、藤宮商事のオフィスだけでなく、近隣のホールにも活気が漂い始めた。会場に選ばれたのは、市内でも由緒あるコンサートホール。普段は有名オーケストラが公演を行う場所だ。そして迎えた当日、裏方を請け負うスタッフたちが、ホールに北条龍之介のピアノを搬入し、調律師が入念にチェックしていく。北条の周囲には、取り巻きのスタッフやマネージャー、さらにはメディア関係者までが集まっており、いかにもショーが始まるという熱気が漂っていた。俺や総務部の仲間たちも、招待客の案内や会場の装飾品のチェックなどに追われている。麗華さんはホールの入り口で受付対応をしていて、来客に丁寧に声をかけながら、微笑みを絶やさないように頑張っていた。薄暗かった会場の照明がステージを中心に照らし始めると、スタッフたちは一段と慌ただしく動き回る。ピアノの椅子を動かしたり、マイクをセッティングしたり、プログラムや招待状を最終チェックしたりせわしない。さすがに北条さんは有名人だな。テレビ局も来てるらしいぞ。この分なら話題性抜群だ。藤宮商事いよいよ復活かもな。そんな前向きな声が飛び交う一方で、俺はどこか落ち着かない気分を抱えていた。こういう華やかな舞台って失敗すれば一気に印象が悪くなる危険性もはらんでいる。麗華さんは本当に大丈夫だろうか。やがていよいよリハーサルが始まるという時になり、ステージ袖がピリリとした緊張感に包まれた。そこへ姿を現した北条龍之介はいつもの優雅な装いとは打って変わって演奏会用のタキシードを身にまとっている。大勢が見守る中、彼はステージへ上がり、ピアノの前に腰掛けた。会場がひっそりと静まり返る。そして鍵盤に触れた瞬間、ガン、ズンという濁った響きがホール中に広がった。場違いなその音色に皆一様に目を見開く。まるで複数の弦がくぐもっているような不快な響きだ。北条が一度手を止め、顔をしかめる。再び鍵盤を押してみても、音程が微妙にずれており、和音がまともに鳴り合わない。なんだこれは。調律はどうなってるんだ？
彼の声には怒気が含まれていた。慌てたスタッフや調律師が駆け寄るが、北条は手を振り払うように立ち上がる。こんな状態のピアノじゃ、とても演奏できない。これじゃあ弾けば弾くほど、僕の評判が落ちるだけだ。帰らせてもらうよ。北条龍之介が吐き捨てるようにそう言った瞬間、周囲のスタッフが息を飲んだ。ステージ袖や客席付近からもざわめきが起こり、場内の空気が一気に凍りつく。ちょうどリハーサル。とはいえ当日だ。間もなく本番が始まろうというこのタイミングで、メイン演奏者がいなくなったら大惨事もいいところ。あ、北条さん、待ってください。麗華さんが慌てて駆け寄り、その腕をつかむ。彼女の瞳には焦りがにじみ、声もわずかに震えている。それも当然だ。せっかくここまで準備を積み重ねてきた演奏会が、このままだと台無しになってしまう。すぐに調律師を呼びますから、もう少しだけお時間をいただけませんか？こんな状態で本番なんて、私たちも望んでません。でも、なんとか調律してみせます。だから。一生懸命な訴えにも、北条は振りほどくように腕を引く。普段は優雅な物腰の彼が、今は険しい表情のまま、周囲を平芸していた。調律って言ったって、時間がかかるんだろう。大々的に宣伝しておいて、こんなピアノじゃ恥をかくのは僕の方だ。すまないが、降りさせてもらう。僕のブランドイメージもあるからね。そう言って、きびすを返す姿には、並々ならぬ怒りとプライドの高さがにじみ出ていた。取り巻きのスタッフやマネージャーも、次々と北条の後を追うように動き出す。あっという間に、メインピアニストが去るという、最悪の光景が現実になろうとしていた。北条さん、本当にこのままでは。麗華さんは再び、一生懸命に呼びかける。彼女の声はもう震えに近い。あなたがいなければ、この演奏会自体が無意味になってしまうんです。会社だけじゃなく、多くの招待客もあなたのピアノを楽しみにして来ているんですよ。だが、彼は背を向けたまま、立ち止まらない。ちょうどその視線の先で、オペラグラスを手にした数名の来場者が、不安げにこちらを見つめているのが見えた。会場からは、不穏な囁き声が聞こえ始め、あと数分もすれば、騒ぎが一気に広がるだろう。もう限界だ。帰ると言ったら帰る。君が困っていたから助けようとしたのに、この仕打ちは何だ？違います。そんなつもりじゃ、私たちもこんなトラブル望んでなんかいません。ただ、早く調律を。調律って、できるかどうかもわからないのに、僕の演奏が台無しになるだけじゃなく、ブランドに傷がつく。君が僕をこの場に呼んだんだろう？ならちゃんと責任を取ってくれよ。苛立ちを隠そうともしない北条の瞳が、容赦なく麗華さんを射抜く。ぎゅっと震える彼女の肩が、その痛々しさを物語っていた。私たちが悪いのは分かっています。でも、ここまで来たら、もう少しだけ協力してもらえませんか？私はどうしても、この演奏会を成功させたいんです。協力だって？君勘違いしないでくれ。僕は好意で手を差し伸べてやっていただけだ。最初から君たちのために身を削るつもりはないんだよ。バサリと舞台袖のカーテンを払い、北条はきびすを返す。静まり返ったステージ裏には、彼の足音だけが冷たく響き、やがて消えていく。残されたのは、途方に暮れる麗華さんと、どう動くべきかを見失ったスタッフたち。それでも客席には、すでに大勢の招待客が座り、開演を待っている。どこからか、まだ始まらないのか？という不満げな声が聞こえたとき、誰もが次にどうすればいいのか、答えを持たずに立ち尽くしていた。混乱が加速していく中、控室付近にいた俺は、あてもなく走り回るスタッフたちを見渡して、ぎゅっと拳を握りしめる。こんな状況になっても、ここで何もしないわけにはいかない。俺が引きます。俺がそう言うと、周りのスタッフや社員たちは、唖然とした顔でこちらを見た。何言ってるんだよ、秋山。演奏者としてステージに立った経験もないくせに。ピアノの調律がおかしい状態だぞ。冗談はやめてくれ。嘲笑や戸惑いの声が一斉に押し寄せる。そりゃそうだ。そんな中で、ただ一人、麗華さんだけが真剣な目でこちらを見つめている。その瞳には、不安と期待が混ざっているように見えた。秋山さん、本当に弾けるの？声は震えているが、彼女は俺の目を見据えて聞く。俺は息を飲んで、
ぎこちなく笑う。保証はないけど、今この状況でやれる人間がいないんだったら、俺がやるしかない。いや、やらせてください。俺はスタッフにせかされるように、ステージ上へと向かった。客席にはすでに多くの人々が座っている。みんながメイン演奏者の登場を心待ちにしているはずだった。それがいきなり、ただの事務員である俺がピアノに向かうなんて、誰も想像していない。皆様、大変お待たせいたしました。本日は急遽演奏者の変更がありまして、司会を務める女性スタッフが申し訳なさそうに説明する。会場はざわざわと騒がしくなる。期待外れだという表情の人々も少なくない。俺は心臓が飛び出しそうなくらい緊張していたが、深呼吸をしてピアノの前に腰掛けた。鍵盤に触れると、先ほどの不協和音がかすかに耳に残る。大丈夫か？でも、北条が怒り出すほどの致命的な狂いがあるなら、もういっそ、それを踏まえた上で弾くしかない。試し弾きとして和音をいくつか鳴らしてみた。ゴンガンという濁った響きに会場がどよめく。舞台袖で見守っている社員たちや取引先の人たちは、これ以上ないくらいの不安そうな表情を浮かべている。彼らの視線が突き刺さる中で、俺は改めて鍵盤に手を置く。行くぞ。小さくつぶやいてから、一度和音を押し、わずかな濁りを耳で確かめる。頭の中で瞬時に、このズレならこう弾けばいいというイメージを組み立てる。客席にはまだ不安の色が漂っていたが、俺にはもう迷いはなかった。最初の数音、ほんのかすかな濁りは残る。だが、それは想定の範囲内。次の瞬間、右手が流れるように旋律を奏で、左手が柔らかく和音を支える。会場に漂っていたざわつきが、スーッと薄れていくのを感じた。ざらついていた音の輪郭が、呼吸を合わせるように次第に澄んでいく。かすかな驚きとともに、客席が次第に静まり返っていく。もう誰も話し声を立てない。調律不良という大きなハンデを背負ったまま、どうやって曲を成立させるのか。そう思っていた人たちが、やがて心地よい調べに引き込まれていくのがわかる。音を聞くのではなく、音を導く感覚に没頭すると、不思議と弾きづらさは気にならなくなった。やがて、最後のフレーズがホールの空気に溶け込んで消えると、わずかに沈黙が訪れる。そこに、一拍の間ができた後、割れんばかりの拍手が場内を埋め尽くした。まるで、予想外の結末に心を打たれたかのように、客席のあちこちから歓声や喝采が上がる。すごい。調律が狂ってたのに、あんなに綺麗に。まるで湧き上がる波のように、拍手と感嘆の声が押し寄せる。俺は心臓をバクバク鳴らしながら頭を下げた。視線を上げると、会場の片隅で、麗華さんが涙ぐんだような笑顔で拍手しているのが見える。長い時間に感じられた数分間を終え、ようやく両手が震え始めるのを実感しながら、俺は胸の奥底で何度も深呼吸を繰り返す。事務員でしかなかった俺が少しだけステージの中心に立った瞬間、今まで味わったことのない達成感が胸いっぱいに広がっていた。客席からの興奮と拍手がまだホール全体に渦巻いている最中、ステージの袖では俺を取り囲むように社員やスタッフが押し寄せてきた。おい秋山、お前一体何者なんだ？さっきの演奏をどうやってあそこまで修正したんだよ。調律がめちゃくちゃだったのに。戸惑いと興奮が混じった声が飛び交う。誰もが口々に信じられないと言わんばかりの表情を浮かべていた。その中には桐原治や総務部の同僚たちの姿もあり、みんなあっけに取られたような眼差しを向けている。随分と楽しそうじゃないか。つかつかと足音を響かせて現れたのは北条龍之介。いつの間にかタキシードから上着を脱ぎ捨て、普段着のスーツに着替えている。険しい顔つきは変わらないが、その目にはどこか嘲笑うような光が宿っていた。さっきまで演奏できないなんて言って帰ろうとしてたくせに。誰かがこぼしたその言葉を受け、北条はさらに鼻で笑う。そして、まるで探るように俺を見据えると、静かに吐き捨てた。まさか、こんな形で出し抜かれるとは思わなかったな。それで、君は一体何者なんだ？鋭い問いに、俺は息を飲む。その声には、
先ほどまでの優雅なピアニストのイメージを捨てたかのような冷たさがあり、周囲の空気が一気に凍りつくのを感じた。音楽家としての誇りを汚された。そう思っているのか、彼の唇は嫌悪感に歪んでいる。秋山蓮、富士宮商事の事務員です。その瞬間、北条の眉間がピクリと動く。まるで思い当たるものがあったかのように、彼は唇の端を歪めた。秋山だと？ふん、まさかお前。彼が一瞬だけ視線を泳がせ、ゾッとするような含み笑いを漏らす。あいつの弟か。ピリピリとした静寂の中、あいつという言葉が嫌に重く響いた。まさか、あの出来損ないの弟だとはな。演奏会の時に散々失敗してみせた、あの愚か者の。今度は、明確な軽蔑の色を帯びた瞳が俺を射抜く。北条が口にした、あの愚か者というのが誰を指しているのか、嫌でも分かってしまう。思い出したくもない光景が頭の奥底から溢れ出す。俺たち兄弟は物心ついた時から同じピアノ教室に通っていた。だけど、勉強の成績はいつも兄の方が良かったのに対し、ピアノの腕前についてはむしろ俺の方が評価されることが多かった。兄は負けず嫌いだったから絶対に追い越してやると練習に打ち込み、俺も一方で音楽だけは得意なんだという思いがあったから、互いに競い合いながら切磋琢磨していた。そんな俺たち兄弟に大きな転機が訪れたのは、ある特別な舞台の話が舞い込んできた時だった。大物のスポンサーが視察にやってくるという演奏会に参加して目に留まれば、留学やさらなるデビューの道が開けるかもしれない。兄にとっては絶好のチャンスだった。俺も同じ舞台に立つ予定ではあったけれど、正直そこまで大きく期待されていたわけじゃなかった。周囲の視線は、今回は兄が花を咲かせる番だという雰囲気だったし、兄自身もようやくお前を超えられるかもしれないと意気込んでいた。ところが、いざ発表会の本番直前、ステージ上のピアノの音がおかしくなっていることが判明した。リハーサルでは問題なかったはずなのに、鍵盤を押すと妙に濁った響きが混ざったり、ペダルの効き方が不自然だったり、しかもその調律の狂いが意図的に仕組まれたものだと疑われ、なぜか最後にピアノを触っていたのはあいつだという理由で俺が犯人に仕立て上げられたんだ。もちろんそんなことをするわけがない。だけど運営側も混乱していて、周りの大人たちが妬みで兄を蹴落とそうとしたのかもしれないと決めつけてくる。一生懸命に否定しても取り合ってはもらえなかった。結局、兄はピアノの調子がおかしいまま演奏に挑み、無残な失敗をしてしまった。スポンサー候補たちの前で実力不足と判断される形になり、留学や支援の話も一気に消えてしまった。兄はせっかくのチャンスだったのにと打ちひしがれ、お前のせいだと口にすることはなかったけれど、明らかに何かが壊れた表情を見せていた。それを見た家族や周囲の人間も、結局、弟がおかしなことをしたせいで、兄が犠牲になったと思い込んで、暗い空気が漂うようになった。その日を境に、兄はピアニストとしての道を次第に遠ざかっていった。大人たちは、せっかく勉強もできるし、もっと安定した道へ行けばいいと言い、兄もそれに流されるまま、音楽を手放した形だ。一方俺は、周囲から距離を置かれるようになった。兄を蹴落とした弟として、何もかも理不尽だと思った。それからしばらくして、あの調律を狂わせた真犯人が別にいるらしいという噂を小耳に挟んだものの、確証は得られないまま、結局は真相もつかめず、兄弟の将来までもが歪められた。あの舞台の記憶が残る限り、俺たち兄弟のピアノにまつわる傷は、そう簡単には言えないように思える。ぐっと奥歯を噛み締めたまま、俺は過去の苦い記憶に沈み込んでいた。兄が最後に見せたあの諦めたような瞳。スポンサーに見放されて途方に暮れた後ろ姿。自分の人生が大きく狂ったのは自分のせいだと信じきってしまった兄。そんな姿を思い出すだけで胸が締め付けられ、息ができないほどの後悔と憤りが襲ってくる。しかし、唐突に耳に飛び込んできた高笑いで、俺は現実に引き戻された。視線を上げると、そこには薄ら笑いを浮かべた北条が立っている。どうした？
まさかあの時のことを思い出してるのか？お前ら兄弟散々期待されておきながらまんまと転がり落ちたんだろ？天才兄弟だって誉れ高かったのに、今じゃ揃いも揃って底辺だ。そうそう、あれはなかなか滑稽だったよ。北条はまるで昔の面白い小話でもするかのように、わざとらしく手を叩いて笑ってみせる。その声はホールの片隅で冷たくいやらしく響く。当時、うちのグループと関係の深いスポンサーがいてね。もともと、あのスポンサーは俺を推薦するはずだったんだ。親父や取り巻きの連中がピアノ留学の話も含めて全部根回ししてたんだからな。なのにお前たち兄弟が現れて、あの演奏会で実力を確実なものにしてくれれば、あの兄弟に投資するって言い出したんだよ。わざと肩をすくめながら、北条はつまらなそうに口を歪める。目の前では、麗華さんや周囲の社員が凍りついたように息を飲んでいる。彼はそんな視線すら楽しんでいるかのようだった。だからちょっと金を積んで、調律を狂わせるくらい簡単だったのさ。ピアノの内部に細工を仕込むなり、スタッフを買収するなり、方法はいくらでもある。で、とどめにお前を犯人に仕立ててやった。あの時お前は最後にピアノを触ってただろう。世の中なんて単純だよ。タイミングさえ作ってやれば、疑惑なんてすぐに飛び火する。いや、そこまでは予想通りだったんだが、その後兄弟揃って自滅してくれたのは、想定外のボーナスだったな。北条は楽しそうに、口の端を吊り上げると、静かに俺へと一歩近づいた。その態度は、あからさまに相手を見下していて、その目には暗く、怪しい光が宿っている。ああ、すっきりしたよ。目の上の単行部が潰れりゃ、俺は堂々と次のステージを見据えられる。少なくとも、その時点ではな。お前ら兄弟の悲劇なんて、俺にとっちゃ踏み台みたいなもんだったさ。低い声が嘲笑を含んで響く。俺は拳を握りしめたまま、言葉が出てこない。何度思い返しても悔しくて、唇が震える。兄の夢も、自分の将来も、こいつに粉々にされていたのか。そう思うと、胸の奥が熱くなりすぎて、呼吸すらままならない。お前、込み上げる怒りに任せて、思わず拳を握りしめる。今まで耐えてきたものが一気に吹き出そうとしている。周囲が止める間もなく、俺は北条に向かって一歩踏み出す。しかし、北条はすかさず、すっと手のひらを上げ、薄笑いを浮かべながら、静止の合図を送る。やめておけ。ここで殴れば、お前はただの暴漢だ。傷害事件を起こして、どうなるか分かってるのか？君の選択肢は一つしかないんだよ。あざけるような北条の声に、俺は足を止める。悔しくて悔しくて、歯を食いしばるしかない。いいか？暴力沙汰になれば、ここの会社は出資以前の問題だ。お前の立場も一気に危うくなるだろう。せっかくの才能があるのに棒に振るのか？いやらしく笑ったその顔は、先ほどまでの優雅なピアニストの面影とはまるで別人のようだ。そんな人の言うことを聞く必要なんてないわ。思い切った声が混乱の中から響く。麗華さんだ。彼女は険しい表情のまま、俺と北条の間に割って入ろうとしている。こんなの脅しじゃないですか。会社を救うために手を貸してくれる人だと信じていたのに。こんなひどいやり方は許せません。彼女がそう言い放つと、周りの社員たちも何人か同調の声を上げる。しかし、北条はまるで相手にもしていないかのように一別をくれて、鼻先で嘲笑する。ふん、箱入り娘は黙ってろ。実は最初から、藤宮商事を買収するつもりだったんだよ。少し支援のふりをしてから、息の根を止めるつもりだった。しかし、思いがけず君が現れたせいで、俺の計画が狂い始めてね。あんな狂ったピアノを弾きこなすなんて予想外もいいところだよ。手を組んでうなずきながら、彼は飽きもせずに不敵な笑みを浮かべる。だが方針を変えた。こいつがいればもっと稼げる。それに、この会社を潰すよりもお前を利用した方がはるかに面白そうだ。さあどうする？俺の駒になるなら、ここへの出資も続けてやろう。断れば買収どころか、負債を抱えたまま沈むだけだ。そう言い放ち、北条はじろりと俺を見据える。社員たちは声を失い、麗華さんも表情を曇らせて固まっている。この邪悪な条件を受け入れれば、会社は救われるかもしれない。でも、
それは彼の思うがままに操られる道でもある。拳を握りしめながら、俺は激しい怒りと葛藤を抱え、言葉を探していた。北条の勝ち誇ったような視線が重くのしかかる。どうすればいい？この状況で何を選ぶべきなんだ。その時、会場の外から慌ただしい足音が聞こえた。ざわめく人波が割れるようにして、現れたのはダークスーツに身を包んだ男。紛れもない俺の兄だった。兄さん！驚きを隠せず声を上げると、兄は苦い面持ちのままこちらに近づく。険しく結ばれた口元からは、ただならぬ決意が滲み出ていた。悪いな、レン。だいぶ時間がかかった。ずっと追ってたんだよ、こいつを。さすがに妨害が多くて苦労したけどな。兄の言葉が会場に響き、全員が一瞬その場に釘付けになる。兄はまっすぐ、北条を見据え、手の中に握りしめた小さなファイルをゆっくりと持ち上げた。北条は鼻で笑いながら肩をそびやかす。で、そのファイルとやらが何だって言うんだ？証拠でもあるのか？そうだ。お前が行ってきた調律妨害の数々。特定のタイミングで楽器を狂わせ、ライバルを潰してきた事実。すでに協力者からも証言を得ている。お前は知らないだろうが、昔の事件に関しても記録がきっちり残っていた。そう言ったきり、兄はファイルを叩くように掲げた。そこには複数の報告書やメールのやり取りが綴られているらしい。北条の表情がわずかに硬くなる。へえ、それが俺を追い詰める確たる証拠だとでも言うのか？笑わせるな。こんな書類やデータごときどうとでもなるさ。俺ほどの資産とコネがあれば、上の方にちょっと手を回してやるだけで、あっという間に揉み消せる。お前らみたいな底辺がどれだけ騒いだところで、所詮は相手にならないんだよ。いざとなれば、法的手段で徹底抗戦してやる。弁護士だって一流どころを揃えてね。つまり、お前らにはどうしようもない。たとえ一時的に面倒でも、最後には潰してやれるさ。その言葉には、金と権力を振りかざし続けてきた者特有の自信と暗い傲慢さが滲み出ていた。裏を返せば、ここに来て追い詰められ、北条も一生懸命に抵抗しているのかもしれない。そこへ、意外な人物が前に進み出る。桐原が、険しい表情のまま声を上げた。証拠ならここにもあります。桐原はスマートフォンを取り出し、画面をスワイプして何かのデータを開く。彼の指先が示す先には、いくつものファイルがリストアップされていた。こいつは俺が会社の内外で集めた情報の一部です。実は、北条さんと連絡を取る際に、仕事の進捗報告って名目でいろいろやり取りしてたんですが、そこに妙な依頼や金銭の流れを匂わすメッセージがあってね。最初は気づかないふりをしてたけど、さすがにこれは見過ごせなかった。桐原が画面をスクロールすると、そこには特定のスタッフへの報酬や設備点検費と銘打たれた不自然な項目が並んでいる。金額も時期もどう考えても通常の業務とは合致しない。まさか、これ、会社の会計上には載らないような形で処理されてたんです。経費精算の流れをちょっと探ったら、名義だけ別の部署に振り替えてたり、別名義の領収書でカバーしていたり、いわゆる粉飾ってやつですね。みんなが気づかない程度に、ちょっとだけずつ不自然な支出があった。で、そんな支出があった時期に限って、何かの演奏会や舞台でトラブルが起きている。周囲の社員たちが唾を飲むようにして見守る中、桐原はさらに続けた。北条さん、あんたが俺を利用しようとしてたのは知ってたよ。麗華さんを持ち上げる手伝いをすれば、出世コースに乗れるなんて話、どうせ口先だけだろうと思ってた。でも俺も、彼女のためになるならって無条件で協力してきたんだ。桐原は、ちらりと俺の方を見合って、杭をにじませながら唇を噛む。まさか、秋山が昔、こんなひどいやり方で人生を潰されていたなんて思わなかった。聞いているうちにだんだん胸くそが悪くなって、あんたがやったことは、どんな言い分があろうと許せない。そもそも俺、秋山のことは地味でパッとしない奴だと思ってたけどな、こいつは陰で会社を支えてくれてる奴だ。馬鹿にするのは勝手だが、人生まで奪っていいなんて道理があるかよ。そういうわけで北条さん、もうあんたには加担できない。桐原は北条を睨みつける。
その視線に、北条は一瞬たじろいだように見えた。はっ、弱い者同士がグルになって、さぞ愉快だろうな。笑えるじゃないか。俺はずっと社長の息子に生まれ、しかも次男というだけで、どんなに優秀でも親から見向きもされなかった。お前らなんかにわかるわけがない。俺は自分の価値を自分で切り開くしかなかったんだよ。北条龍之介は証拠のファイルを前に悔しげな顔でそう吐き捨てる。押し隠していた感情が一気に吹き出したのか。その小姉には苛立ちと焦燥が滲んでいた。周囲の社員たちが息を詰める中、俺の兄は静かに首を振る。たとえ親から認められなくても、こんなやり方は間違ってる。人の人生を踏みにじってまで自分の価値を証明しようとするなんて、それが本当にお前の望んだ未来なのか？兄の低く落ち着いた問いかけに、北条は何かを言い返そうと唇を開く。けれど、兄はすぐにその言葉を遮るように続けた。でも、一つだけ感謝してることがある。お前の悪事は確かに、俺たち兄弟から多くを奪った。でも、弟はお前の妨害に負けず、才能を開花させた。そこだけは、お前の思い通りにはいかなかったな。兄の言葉に、北条の瞳が一瞬揺れる。彼の周りに立っていた取り巻きたちは、もうすっかり気力を失い、誰も彼をかばおうとしない。北条はスタッフたちに腕を取られ、そのまま連れ出されていった。ホールの一角がひとしきり落ち着いた頃、兄がゆっくりと俺の方を振り向いた。それにしても驚いた。お前、まさか、あの調律ミスを克服して弾けるようになっていたなんてな。兄の声には、かすかな感嘆が混じっている。俺は眉を下げ、照れ隠しのように笑みを浮かべた。兄さんに見せたかったんだ。もし同じようなことが起こっても、絶対にあんな惨劇にはさせない。そう思ってずっと練習してたんだよ。そう言うと、兄は一瞬息を詰めたように目を見開き、それからわずかに震える声で続ける。お前、俺のために。当たり前だよ。兄さんは俺の憧れなんだ。ピアノを始めた頃からずっと、兄さんみたいに弾きたいと思ってた。だから、兄さんが失敗した時も、俺は何もできなかった自分が悔しかった。もう同じ思いは絶対にしたくないって心に誓ったんだ。兄はその言葉を飲み込むように聞いた後、そっと瞳を伏せ、大粒の涙を落とした。悪かった。あの時、俺は自分が傷ついたことで頭がいっぱいで、お前にも辛い思いをさせてたんだな。ありがとう。そして、すまない。少し震える声でそう言って、兄は俺の肩に手を置く。俺は肩をすくめながら、ぎこちなく首を横に振った。謝らなくていいよ。俺こそ、兄さんが苦しんでるのに何もできなくてごめん。でも、これでようやく前に進める気がする。北条の件は片付いたし、いつかまた、兄さんと一緒にピアノを弾けるようになるかもしれない。そう返すと、兄は俺の言葉に答えるように小さくうなずき、目尻の涙を拭う。ホールの外からは晴れ間が差し込み、ステージ上に淡い光が差していた。過去のしがらみも、傷つけられた夢も、今この瞬間を境に少しずつ癒えていくような気がした。それからしばらくして、俺は北条家のその後の動向を耳にする機会が増えた。例の事件、北条龍之介が社内外で不正に関わっていたことが暴露され、藤宮商事の演奏会をぶち壊しにしようと企んだあの一件は、業界内でかなり大きな話題になっていたらしい。何しろ、若きピアニストであり、名門グループの次男坊が引き起こしたスキャンダルだ。メディアは飛びつくし、取引企業も一気に色めき立つ。グループトップである会長は、龍之介の父親にあたるが、息子の不祥事が公になってからは、火消しを頑張っているようだ、と噂されている。実際、北条が数々のライバル会社や個人演奏家を潰してきた、という証拠が次々に飛び出したおかげで、その行為を黙認していたグループ幹部の責任問題まで追及され始めたらしい。ざまあないな。ある日の昼休み、オフィスの休憩スペースで、俺がコーヒーを飲んでいると、営業部の桐原が近づいてきて、そんな言葉を漏らした。北条家が、さらに闇を抱えてるって話、知ってるか？いや、そこまでは。俺も詳しい情報は持ってないよ。兄貴がちょこちょこ調べてるみたいだけどね。そう答えると、桐原は眉を潜めながら続ける。聞けば、北条グループの内部で、
かなりの派閥争いが起きてるそうだ。龍之介だけじゃなくて、父親の方も後継者選びとか、権力の分散とかをめぐってかなり焦ってるらしい。おそらく、龍之介は次男ゆえの苦しみを抱え、歪んだ手段で自分の存在感を誇示しようとしていたのだろう。そんな彼の背景を考えると、全く同情できないわけじゃないが、それでも、俺や兄貴の人生をあそこまでかき乱した罪は重い。確かにざまあ見ろという気持ちもあるけれど、龍之介がこのまま社会的に消されるだけで終わるのなら、それはそれで割り切れないものもある。きっと、いつか反省して立ち直る道を探してほしいという甘い期待が心のどこかにあるんだと思う。まあ、あんなやり方で数々の人間の夢を踏みにじってきたんだ。どこかでツケを払うことになるさ。桐原はそう言うと、カップに残ったコーヒーを一気に飲み干した。やがて、少し気まずそうに口を開く。なあ、秋山。悪かったよ。いろいろと。俺さ、ずっと目立ちたいって気持ちが強かったんだ。営業成績で上を目指して、早く出世して、麗華さんに認められたかった。だから、うまい話があれば飛びついたし、お前みたいな地味な事務員は正直、邪魔に思ってたんだよ。俺が輝くためのステージを、お前が裏側から奪ってるような気がしてさ。桐原は苦笑しながら続ける。でも、お前の仕事を近くで見てるうちに、地味だと思ってたことが、実は一番大事だったんだって気づいて、社員たちが気持ちよく仕事をするための下準備を全部やってくれてるのはお前だった。なのに俺は、そんなの当たり前だろって見下してた。悪かった。本当に情けないよな、俺。今更だけど感謝してるんだ。今回少しは役に立てたかな。その瞳には、快感とかすかな安堵が混じり合っていた。今までの彼からは想像もつかない素直さで、俺はなんだか胸が熱くなる。ありがとな、桐原。おかげで北条の不正も、俺たち兄弟の過去の冤罪も、すべて解決に向かって進むよ。まさか、お前がそこまでやってくれるなんて思ってなかった。そう返すと、桐原は少し照れくさそうに鼻をすする。いつもの嫌味な笑いは消えて、どこかほっとしたような表情を浮かべている。そして、数週間が経つ頃には、驚くほど状況が変わっていた。まず、富士宮商事には、多くの問い合わせが何百件とかかった。マスコミが、調律の狂ったピアノを弾いた謎の事務員として、俺を取り上げ、映像が拡散されたことも影響している。あんな短い演奏にもかかわらず、予想を超えるほど反響があったらしい。当然、北条龍之介の不正が暴かれたことも話題になった。それを機に、富士宮商事は、北条グループとの不公平な契約を一旦白紙に戻し、新たなパートナー企業を模索し始める。すると、今まで北条グループの意向に遠慮していた企業から、取引先の再選定に加わりたいと打診があり、思いもよらぬ新しい商談が持ち込まれたのだ。まさに怪我の巧妙ね。北条さんが去った後の方が、いろんな企業が興味を持ってくれてるわ。そう言いながら、総務部の佐藤さんが嬉しそうに笑う。その一方で、会社のトップにいる麗華さんは、休む間もなく新規提案を進めたり、人事配置を見直したりと、大忙しの毎日を送っているようだ。俺自身も相変わらず、総務部の雑用を中心に動いているけれど、外部から、うちのイベントでピアノ演奏をしてほしいというオファーが舞い込むことが多くなり、休日や仕事終わりに小さなコンサートを頼まれる機会が増えていた。正直、驚くほどの変化だ。秋山さん、ピアニストとして本格的に活動する気はないの？と聞かれるたびに、俺は少し困ってしまう。確かに、演奏するのは好きだし、あのステージで感じた大きな達成感をもう一度味わいたい、という気持ちもある。だけど、それを選ぶには、俺はまだ今の居場所が大切だった。ある日、残業で遅くまで会社に残っていたら、ちょうど麗華さんも書類の整理をしていて、二人だけのオフィスになった。ふとした拍子に彼女が切り出す。秋山さん、いつか本当に音楽の道へ進みたくなったら遠慮なく言ってね。会社を辞めてもいいのよ。その申し出は彼女なりの優しさだとわかる。俺の将来を考えてくれ、羽ばたく道を邪魔したくない。そういう思いからの言葉に違いない。だからこそ、俺はすぐに首を横に振った。今の俺があるのは、富士宮商事で働いてきたからだし、
それに、レイカさんがいつも必要だって言ってくれたから、ここまで頑張ってこれたんです。だから、簡単に会社を去ろうなんて思わないですよ。そう言うと、レイカさんは心底ほっとしたような笑顔を浮かべる。その表情は、彼女が抱えるプレッシャーをほんの少し和らげたように見えて、俺の胸も温かくなる。もちろん、ピアノの仕事も魅力的だけど、俺は、ここで雑用をしてても誰かの助けになっている実感が好きなんですよ。地味だけど、裏方という場所は大切な役割なんです。秋山さんのそういうところ、私本当に尊敬してる。すごく華やかじゃなくても、人を支えることを誇りに思えるなんて、なかなかできることじゃないから。お互いの視線が交わった瞬間、ふと胸が熱くなる。まだ書類整理の途中だというのに、なんだか仕事よりも、目の前にいる彼女の存在が大切に思えて仕方がない。俺は少し照れくさくなりながら、それでも言葉を続けた。俺は、レイカさんがどんな場面でも諦めずに前を向こうとしてる姿に、いつも励まされてきました。大企業の令嬢でありながら、社員一人一人を大事にしてくれるあなたがいたから、俺はここに居場所を見つけられた。もしあなたが信じてくれなかったら、きっと俺はピアノだって演奏しなかったと思う。だから、これから先もあなたを支えたいし、あなたが笑顔でいられる会社にしたいんです。会社を立て直す道のりはまだ長いかもしれませんけど、俺にできることがあれば全部やります。そう宣言すると、レイカさんの目にかすかな涙が浮かんだ。彼女は一歩、俺のそばへ近づいて、しっとりとした声で囁くように言う。あなたがいてくれるなら、私はきっと大丈夫。いつか苦しいことがあっても、あなたがそばで手を差し伸べてくれるなら。顔を上げた彼女と視線が絡んだ。オフィスの薄暗い照明の下で、俺たちはお互いの思いを確かめ合うように、しばし無言で見つめ合う。遠くからは、夜の街の喧騒がかすかに聞こえるだけで、まるで二人だけの世界に閉じ込められたようだった。困難や理不尽に直面しても、仲間や大切な人と支え合いながら前を向けば、思いがけない才能や新たな可能性が開ける。地味に思える役割や小さな仕事も、真摯に取り組むことで大きな価値を生む。そして、過去の傷や挫折さえも、互いに理解し合うことで再生の糧となり、より深い絆へとつながっていく。つまり人は、苦しみを経ても、他者への思いやりや信頼があればこそ、自分の道を切り開き続けられるのだ。